もしや、これだから古い知識は当てにならない。まったくである。これって水力発電と呼べないかしら？すんげー無理やりだけど呼べると思うが。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。前回のトンチキなマグマ制御実験に関して、多くのご意見を頂戴しました。ありがとうございました。さらには激励まで頂戴し、発奮しております。今後も色々と手段を凝らして、なんとかできないか当たってみるつもりです。生温かく見守っていただければと思います。ということで早速、実験のおかわりだどん。直接マグマに原油を体当たりさせるのはアホだということが分かったわ。で、なんとか適量の熱を取り出したい。金属タイル2層でサンドイッチしてみたものの、温度が同じ帯域になるのは同じ。あれはどうよ、機械式エアロックによる真空引き。エアロックを開けると真空化するってやつか。やってみた。溶けてしまった。こんなに丁寧に罠をくり抜かなくてもよくない？熱センサをつけてみた。最終目標は完全自動化です。フィルターゲートをつけて、温度判定を安定させる。そして出来上がりのバージョン 0.2.0.0。自動化して、適量の石油がなく、かつ温度が適温なら右上から原油が流れ込むぞ。なかなか反応しない。お、来た来た。良いんじゃないのこれ？チャポチャポ言ってる。酸性ガスも出てるわね。温度センサの設定次第かな？素人考えにしちゃ上出来じゃないかね？そうだと思うわ。今拡大するけど石油の温度も戦える範囲だし。280度。前回に比べると全く安全だ。なんだ、マグマに何かがポタポタ落ちてる。なんだこれ、金属タイルが溶けた？そんなはずはないと思うが。何が落ちて、っていうかマグマ減ってない？真空化している。もしや、凝固点1409度。100度取り出したら終わりかよ。機能してねえ。なんだよマグマのこの性質。わがままだと思ったら飛んだ豆腐メンタルときやがった。どうすんのよこれ。最悪、火山を開く。が、他の手段を模索したい。高低差をつけてマグマを流し込んでもいずれは停止するわよ。もう火山を開けるしかないのか？よし持ち直したぞ。自分で言うけどタフだよな。そうでないとやってられない。今回の復讐をするぞ。誰を闇討ちすんのよ。漢字違うわよ。元い復讐だ。まずは酸性ガスが出ちゃってたけん。これは温度センサ次第だけど、もう一つくらいセーフ値が欲しいな。具体的には400度から500度程度に抑える工夫ね。これは限定的な冷却装置かもしれないな。青人参先生を野生化して、水没させてドアで覆う？植物は即応性が低いのよね。じゃあ冷媒を回すかな。わかめだな。次は本命、マグマの消滅。こいつはきつい。続きのデータでマグマ溜まりを繋いでみたがうまくいかん。やりようあんのこれ？一応、組み出して上からこぼせばいけると思うが。隊員が蒸発しない？すんげー怖い。のでやらない。じゃあ火山しかないわよ。待ってくれ、これを見てくれ。個体の総変化？砂岩と堆積岩が1000度程度でマグマになる。そう、だからうまく投入してやれたらマグマの製造が可能なんだ。裏で試した？なんで沈黙してんの？いや、3度のブラシで試したんだが、融点を超えると火成岩になるんだ。マグマは？増えてない。わけわからん。継続調査ね。あとは冷却のルートと、組み出しだな。これは自由落下を使おうと思う。制御の位置をもっと高くに取るのね。そうして冷却室に流し込む。色々と見えてきたけど、まだまだゴールは遠いわね。素人の二人三脚でここまで来れたことを感謝すべきだと思う。それはそうね。お騎士の神様、ありがとうございます。ところでなんでメジェド様なんだ？知らないわよ。まあいいや、こんなとこかな。今後も増えるでしょうから、このくらいにしておきましょう。細かい話だけどサイクルセンサの設定をミスってた。これだと一つ目のタンクを素通りするわ。予備をつけててよかったよ。今夜にでも設定を変えておこう。隊員が寝静まっていれば汚染水も動かないからね。これだから古い知識は当てにならない。まったくである。二人目のハンピー君ももうじき目覚めるな。巨神兵みたいなことを言い出した。地下空間広すぎじゃない？どう使うか、まだ決めかねているから、あえて広く取ってみた。まあ冷媒をきっちり回すならこれでも良いのかな。あとは、ここに液体クーラーを突っ込めないかと画策している。はぁ？なんでよ？知っての通り、気体と液体ではパケットの最大値が1キロと10キロで大きな差がありすぎる。気体で冷却を回すくらいなら、液体を回した方がマシという判断だ。でも液体だと総変化でパイプの破断が起きるじゃん。そこが悩みどころである。要するに何も思いついてないのね。心配して損したわ。見捨てないで使わさい。やかましは。
殺菌した汚染水の取水口を作ってみた。ついでにパフ先生の厩舎にも配管しておきたいんだけどね。向こうは一段、掘り下げないといかんかもな。それか、ちょっと考えてたやつにしてみるかな。また頭の悪そうなやつ？やかましい。これが考えてたやつこと、汚染水ファウンテンだ。違うぞ、きちんと理由があるからそのかわいそうな目をやめろ。一応、聞きましょうか。真面目な話、汚染酸素が行き渡らなくてさ。確かにパフ先生が低空飛行してるからね。それなら揮発元を増やそうかと。でもこれじゃ蓋があるから4マス分しか増えてないじゃん。そこはまあ、バージョン 0.1 ってことで。まあ努力と発想は買うわ。なぜか塩水の熱水間欠泉の掘り抜きに挑戦中。今やることじゃないでしょ。なんか今日が乗りまして。まあスリップスターの厩舎を移設するには良いスペースになるけども。そうなんよな。ちょうど、補給でスリップスター選手が来てくれたし。移設する？吹き出した熱水がかかるようにしておけば温度を維持できそうな気がする。これって水力発電と呼べないかしら？すんげー無理やりだけど呼べると思うが、炭素スキマーの分を肩代わりするわけだからね。ってことは、スリップスター選手が1人当たりスキマーの9分の1の節電か。およそ 13kW の節電。まあスズメの涙だが、水力発電、いや、水力節電なのが重要だ。視聴者さんにどやされそう。それはそれでネタになるのでよし。放り出していた蒸気タービンの冷却に動いた。100度とかになってたからね、この辺。別にこの場に泊まっての長時間の作業はないとはいえ危険が危ない。時々やけどのアナウンスも来てたし、怖いのは確かよ。自動化や過冷却の防止は後回し。今はとにかく50度程度まで急いで下げよう。配管自体も怖いからね、100度だと。正直それが一番怖かったりする。それと、タービンの足元に冷え冷え塩水をダバーしてもらおうとボトル開けを配置したんだけど、機能しなかった理由がわかった。手押しポンプのすぐ下が、水になってたみたい。これは気づかないでしょ普通。よーく見るとうっすら水色をしてんな。こういうのも調べられるのかしらね。特製のタブとかかな。稼働開始してすぐに驚きの効果が。もう83度まで下がってる。温度レイヤーで見ても明らかに違ってて草生える。よし、じゃあ安定したら自動化もつけましょう。それは良いけど温度センサって施設につけられないんだよな。微妙に面倒くさいわ。この場合は隣接するタイルに設置する感じかね。他にやりようないし、過冷却防止用はそれで良いとして、加熱しすぎの配管保護はどうしよう？破断を起こす心配はもうないと思うけどな。確かにね。一番危険な温度帯を乗り越えたわけだし、偶然だけど配管の長さが良かったんだろうな。もう少し長いと破断していたのか、今週の、自由研究の、コーナー。始まった。今回は何すんの？マグマに砂岩をドボンしてマグマが増えるか試します。ちなみにですがここへ移動に優先度指定が可能になりました。いつの更新なのかしらね？わからんのよ。まあ良いか、じゃあドボンしてもらって経過を見ましょうか。ほいドボン。邪魔早送り。そろそろのはずだが。やはり火成岩になった。どうしたの？わかった。マグマにはなるんだけど、携帯を維持できる温度から外れてるから火成岩になるんだ。じゃあまとめの書き方が少し変ってこと？いや、違うと思う。変化としてはマグマになってるんだろう。なるほど、変化はするけど維持できないと。これってやばくない？何が？だってさ、砂岩にせよ何にせよ、マグマの元をドボンしてもさ、マグマ化するために熱が移動するじゃん。結局はマグマ冷やすだけだこれ。火山を開けるか、マグマを熱するかの二択になったわね。ひでえ結果にたどり着いた。けど仕組みは分かってよかった。どうしたもんか。次回の課題にして、もう動画を締めよう。なんかどっと疲れた。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。